さあ、始まりました。那須館長のムービームービング。今回はスタジオジブリ、宮崎駿の最新作、君たちはどう生きるかについてですね、連続で語っていきたいと思うんですけども、今回はその第1回になります。この第1回はですね、現在この映画について分かっている情報をまとめていくという回になっております。この番組、那須館長のムービームービングはですね、ムービーがムービングしていくということで、映画が動き出す瞬間を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。そして内容に行く前なんですけども、ジブリの作品というのはもう広く知られてまして、もう見たことが一切ないという方はいないぐらいの有名な作品なんですよね。なんですけど、この長年ですね、ジブリ研究に費やしてきた僕としては、ジブリを深くこの人知ってるなっていう人、今まで出会ったことがないんですよ。実は、それぐらいスタジオジブリの作品っていうのは、本当に複雑な映画になってるんです。この君たちはどう生きるかについて連続で語っていく中で、このジブリの深い世界の入り口をですね、皆さんに垣間見ていただけたら、すごく僕としては嬉しいと思います。では早速ですね、君たちはどう生きるかについて話を進めていきたいと思うんですけども、まず、この映画の作品概要についてお話ししていきたいと思います。この君たちはどう生きるか、公開日は2023年の7月14日です。そして、気になる上映時間なんですけども、ウィキペディアにもうすでに出てまして、この映画の上映時間は125分になっております。次に、この映画を上映する映画館なんですけども、先日発表されまして、東宝の公式サイトから見れるんですけども、北海道から沖縄までの全ての県にある映画館386カ所でですね、上映がされます。なので、この動画を見てくださってる方、多分みんな見ることができると思いますので、安心してください。次に、監督脚本はもちろん宮崎駿ですね。そして気になるこの物語のジャンルは冒険活劇ファンタジーであるということが鈴木敏夫の発言から明らかになっております。そして作画監督を務めるのは本田武史という人でして、この人何者かというとですね、エヴァンゲリオンの新劇場版を今まで全て作画監督してきた人物でもあり、ジブリの作品にも作画監督として入っているアニメーター界の中ではすごい実力のあるベテランアニメーターの方になっております。この方が起用された経緯については、このスタジオジブリ物語という先日発売された本に書いてあるんですけども、当時この本田武史さんっていうのは新エヴァンゲリオンの作画監督になる予定だったんです。なんですが、宮崎駿さんが新作の制作をスタートしたということで、本田武史が必要になったんですね。それでですね、新エヴァンゲリオンの作画監督を務める予定だったのにもかかわらず、庵野秀明に直接交渉したら、庵野秀明はですね、試合が始まる前の直前に4番バッターを取っていくようなもんですよと言ったらしいんですけど、あとは本人が決めることだと思いますということで、本田武史本人はですね、庵野秀明の新エヴァンゲリオンを蹴って、今回のこの君たちはどう生きるかの作画監督を務めるという経緯が書いてありました。注目するところは、この本田武史さんが今まで書いてきたエヴァンゲリオンで見せたようなあのキャラクターであったりとか、あの動きであったりとか、そういったところですね。今回の君たちはどう生きるかですごく発揮されているとのことなので、そのあたりもこの君たちはどう生きるかの大きな見どころになってくると思います。続いてですね、この映画の主役の声を務めるのは誰なのかというと、木村拓哉です。これは木村拓哉の本人がやっているインスタグラムで匂わせ投稿が出たということなんですけども、これ実はですね、匂わせではないんです。完全に彼は黒なんです。投稿されてた内容は、東京の郊外にあるスタジオに久しぶりに行ってきたと証言しているんですね。東京の郊外にあるスタジオといえば、大きなところ、木村拓哉が出るようなところは、もうスタジオジブリじゃないですか。そしてですね、一番の証拠は、木村拓哉は2枚写真を投稿しているんですけども、台本の写真を投稿してるんですね。その台本の題名は、モザイクをかけているんですが、その台本でモザイクをもう一箇所かけないといけないところに木村拓哉はモザイクかけてないんですよ。何かというと、この台本のですね、右上にナンバーが書いてあるんです。29って書いてあるんですね。この29ってどういう意味か。スタジオジブリのジブリ美術館でやっているメイと子猫バスであったりとか、
毛虫のボロっていう作品など、ジブリ美術館だけで見れるアニメ作品があるんですけど、そちらを除いた全ジブリ映像作品の本数が28本なんです。そして今回新作のこの君たちはどう生きるかが29本目になるということで、完全にこの木村拓哉の投稿は黒なんです。そしてもう皆さんご存知の通り、木村拓哉といえばですね、ハウルの動く城のハウルを務めたこともありますけども、彼が出てる作品っていうのは、木村拓哉が主演に来る以外の選択肢はもうない俳優なんです。木村拓哉が脇役で出てくる映画なんか見たことないじゃないですか。なので、この君たちはどう生きるかの主人公、これは完全に木村拓哉の声だと僕は思っています。そしてもう一つ気になることがですね、ありまして、主題歌ですね。主題歌は米津玄師かあいみょんになると思います。これはなぜかというとですね、米津玄師とあいみょんっていうのは、最近鈴木敏夫プロデューサーとすっごく仲がいいんです。そして、たびたびジブリのイベントに登場しているんですね。この米津玄師とあいみょんは、このスタジオジブリの大ファンでですね、米津玄師なんかはもう鈴木敏夫のラジオとか聞いてるぐらいですね。で、あいみょんなんかはこっそりジブリ美術館にもうたびたび行ってるというくらい二人ともジブリファンなんですね。その二人にオファーをかけるということで、二人はもうすごく嬉しいと思うんですよ。本人にとってもプラスだし、彼らが参入することで、この映画、宣伝効果にもなるじゃないですか。なので、お互いがプラスなんですよ。プラスでしかないんですよ。そこから、この米津玄師とあいみょんっていうのは、二人とも歌手なんで、主題歌っていうのは、この二人のどちらかになると思います。もう一つ考えておかないといけないのは、ジブリっていうのはね、声優さんを使わないんです。それはですね、なぜなら、宮崎駿という人物は、声優がものすごく嫌いなんです。宮崎駿は、自分の作品のキャラクターの声優を俳優に務めさせることをずーっと昔からやってきた人なんです。そんな宮崎駿さんのことですから、この米津玄師とあいみょん、これ二人がね、どちらかが主題歌を歌ってどちらかがキャラクターとして登場するという筋もかなりありだと思います。そしてこの君たちはどう生きるかの宣伝方針なんですけども、宣伝は一切しないという宣伝方針をとっているという以上が、この君たちはどう生きるかという映画の作品概要になります。ということで、これから作品概要以外の分かっていることをお話ししていきたいと思うんですけども、今回は制作委員会方式を一切撤廃したということがすごく特徴的になっています。これどういうことかというと、この制作委員会方式っていうのはちょっとピンとこないかもしれないんですけど、要はいろんな会社でお金を出し合って一本の映画を作るということです。それのいいところとしては、映画がこけた時にリスクが分散されると。もう一つは、一社の会社のお金があんまり多くなくて済むと。みんなで分担してお金を出し合うので、そういうことがメリットとしてあるんですね。で、この制作委員会方式っていうのは悪いところもありまして、悪いところとしては、その出資者がたくさんいてるから、その作品作りにおいて出資者の意見を聞かないといけないというのがあるんです。それはね、天下のジブリであってもある程度あるわけですね。なので、こういう表現はやめてほしいとか、こういう表現にしてほしいとかっていう口出しをする権利があるわけです。その制作委員会方式っていうやり方を発明したのは鈴木敏夫プロデューサーなんですけど、その鈴木敏夫プロデューサー本人が今回はそれをやめるということになっているのが特徴的なんです。今回は宣伝を一切しないということをスラムダンク方式だということで鈴木敏夫プロデューサーは言ってるんですけども、実はね、これスラムダンク一切関係ないんです。このスタジオジブリ物語で分かったことなんですけど、スラムダンクが公開されるはるか前からですね、宣伝をしないということが決まってたということが分かるんです。そして制作委員会方式を今回やらないということで、じゃあ誰がこの映画のお金出してるのかと言いますと、ジブリ一社で出してるんです。ジブリの単独出資で作ったのがこの君たちはどう生きるかなんです。これがものすごいことなんですけど、どういうことかというと、今回の君たちはどう生きるかという映画はもうほぼ確実に宮崎駿の最後の作品になることは間違いないんです。それは最近のジブリのドキュメンタリーを見ていただけると分かりますけど、宮崎駿さんはもう本当にもう年を重ねてしまってて、もう体力がね追いつかないんですよ。でもうそろそろっていうことになっていて、この君たちはどう生きるかっていうのが残念なんですけど最後の作品になる可能性が非常に高いという中で、鈴木敏夫さんはその制作体制をどういうふうに取ったかというと、完成する時期を普通決めて映画を作っていくんですけど、今回はあえて
完成する時期を決めない。宮崎駿本人が納得するまで映画を作っていいという方向を取ったんですね。そういう意味で制作委員会方式が取れなかったということにもなるんです。もう一つ言うと、この宣伝をしないという方針を取ったということなんですけど、これはね、宣伝をしないんではなくて、宣伝ができない映画なんです。この君たちはどう生きるかが、なぜ宣伝ができない映画なのかということをお話しするのは、また次回の動画になりますので、それはお楽しみにしてください。そして次の話ですね。この君たちはどう生きるかというこの原作と呼ばれている吉野源三郎さんの本なんですけど、こちらね、今回の映画に全く関係がないんです。どういうことかというとですね、このスタジオジブリ物語で鈴木敏夫もはっきり言ってるんですけど、このタイトルは同じなんです。なんですが、話の内容は完全なるオリジナルストーリーになっていて、このコペル君が出てくるこの君たちはどう生きるかとは全く関係ない話になっているというところがこのスタジオジブリ物語から明らかになりました。2017年の10月28日に早稲田大学の大隈記念講堂という場所でイベントが開かれまして、イベントの内容は漱石と日本、そして子供たちへというタイトルのイベントでして、これで半藤和俊さんという人と宮崎駿が対談するイベントだったんですね。その中で宮崎駿が君たちはどう生きるかという映画を作っていますということでもう明言したというところで、君たちはどう生きるかというタイトルに決まったんですけども、これが今までのジブリにない流れなんですよ。今までは鈴木敏夫プロデューサーが記者会見を開いてタイトルを発表するということなんですけど、今回は宮崎駿が発表したんです。これどういうことかというと、もののけ姫という映画がありますよね。もののけ姫というのはもともと宮崎駿はアシタカ石器というタイトルで制作を進めていたんですよ。で、アシタカ石器というタイトルになるつもりで書いていたのに、先に鈴木敏夫がメディアに出て記者会見で新作のタイトルはもののけ姫です。ドーンとこう出しちゃったから、もう後戻りできなくなって、勝手にもののけ姫っていうタイトルで CM も流されて、そのせいでもうもののけ姫っていうタイトルにならざるを得なかったと。で、アシタカがメインの話なのに、もののけ姫っていうタイトルが出てしまったら、話がもうごちゃごちゃになってしまうということで、見ている人が勘違いする原因になるんですね。それぐらいタイトルっていうのはすごく大切なんですけども、そのことに対して宮崎駿はものすごい怒ったんですよ。そういうことから、勝手に鈴木敏夫さんがね、タイトルをもう言っちゃうっていうのが今まで横行してまして、そういったことをやらせないという姿勢を取るために、宮崎駿が今度は先に言ったんです。そういったところからも、宮崎駿自身も、これが最後の映画になるかもしれないと思っているので、この映画のタイトルは自分で決めたタイトルを発表するということでやってるわけですね。で、今回の君たちはどう生きるかのあらすじなんですけども、これは2022年の12月2日に掲載されたマリクレールというウェブメディアがありまして、そちらの編集長の方と鈴木敏夫が対談した記事が今でもネットで見れるんですが、そこで鈴木敏夫はあらすじについて語っています。この君たちはどう生きるかという物語のあらすじは、主人公のお母さんが亡くなってるんですけど、亡き母の所持していた本を整理していると、この吉野源三郎の君たちはどう生きるかという本がお母さんの遺品として出てくるんです。これをめくっていると、この中からですね、手紙が落ちるんですね。その手紙を主人公が読んだところから物語がスタートするという。そしてこの主人公が失ってしまったものを取り戻す物語になりますと鈴木敏夫が言ってるんです。こっちが本当のストーリーですね。それはこの吉野源三郎さんの小説ともう全く関係ない話が展開されていくわけです。そこを押さえときましょう。そして次の公開されている情報の話に行きたいと思います。次のお話はですね、イメージボードが1枚だけ公開されていたという話なんですけども、この今回の君たちはどう生きるかは、ビジュアルはポスターしか公開されてないということでみんな思ってると思うんですけど、実はね、物語に深く関わる1枚の絵が出ているんです。それがこちらですね。この絵がこの君たちはどう生きるかのものすごく重要な一枚になっているということを覚えておいてください。それでイメージボードってなんやねんっていう話なんですけど、イメージボードというのはこういう宮崎駿が水彩で描いている絵のことです。これは普通の映画というのは企画書を会社に提出して話を進めていくんですけど、なんですがスタジオジブリっていうのは特殊で、このイメージボードと呼ばれている宮崎駿による水彩の絵ですね。こちらだけで
企画書の代わりになってるんですよ。というのも、宮崎駿というのは文章で書いていく作家じゃないんですね。絵で考えていく作家なんです。なので、宮崎駿というのは自分の頭の中にあるイメージをまず絵にしていくんです。で、その絵の中にもう物語と企画が詰まってるわけですね。それを書いていく中で自分の頭の中でこの映画を固めていくという作業から映画作りは必ずスタートしてきたんです。その重要なイメージボードですね。それが1枚だけ公開されてると。これあんまり気づいてない人が多いんですね。これは一体どっから出てきたのかというとですね、2019年の12月18日にですね、発売されたある CD のジャケットなんです。何の CD なのかというと、ものすごくジブリが大好きなジブリファンのアーティストである、クラシックの音楽をやっているジョバンニ・ミラバッシさんという人がいてまして、その人の新作がジブリの曲をカバーしたアルバムなんですね。そのカバーアルバムの表紙がこの絵になってるわけです。これよく見ていただけるとわかるんですけど、絵の部分だけじゃなくて、その縁にある台紙のところまで切り取られているところがポイントなんです。これはスタジオジブリにしかない専用のスタジオジブリっていうロゴが入っている原画の用紙で、これに明らかに宮崎駿のタッチで描かれた絵なんですね。この場面っていうのは何の映画にも登場してないイメージボードなんです。そしてですね、ジブリの公式ツイッターからですね、新作の映画の制作やってますという投稿の中で、ちょっとこの絵が映り込んでるんですね。ということから、これは間違いなく、この君たちはどう生きるかの場面の一つであるということは間違いないです。これも意外と見逃しがちなんですけども、この君たちはどう生きるかの重要情報の一つになっています。この一枚の絵からどういう物語が想像できるのかというのはまた次回の動画でお話ししていきたいと思いますので、それはお楽しみにしていてください。そして次の話なんですけども、このポスターの鳥は何なのかという話なんです。このポスターの鳥について2018年の7月15日に鈴木敏夫さんがやっているジブリ汗まみれっていうラジオが僕たち無料で聞けるんですけど、米津玄師さんがゲストに来ている回があるんです。この米津玄師さんを迎えてという回で鈴木敏夫がこんな話をしていたんですね。どんな証言をしていたかというと、読みますね。今度の映画になんか特徴的なある男が出てくるんですよ。詐欺男っつってね、なんかちょっと悪いやつなんですけどね。そしたらこいつがね、主人公と喧嘩しているわけ。なんか断るごとに喧嘩するのよ。そしたらあるお姉さんがね、二人とも仲良くやんなっつって、そんなセリフがあって、だいたい宮崎さんは近い人をモデルにしてるでしょ。だいたい僕分かったんですよ。その二人とも仲良くやんなって言ったのは、ジブリにずっといた色の職人の安田道夫さんなんですよ。年は若いけれど。で、大体そうなんですけど、主人公自分なんですよね。問題は詐欺男なんですけど、そのシーンが実はすごく感動的に描かれていたんですよ。聞いてみたんですよ。この詐欺男はモデルがいるのかって。そしたら彼が、モデルはいないよ。鈴木さんじゃないよ。って聞いていないのに自分から言い出したんですよ。はははというくだりがありました。この米津玄師さんとお話ししているジブリ汗まみれのラジオの配信はですね、この動画のですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらリンクにアクセスして聞いてみてください。このことから、このポスターの鳥の正体は詐欺男であるということがわかるんですね。詐欺っていうのは詐欺をする詐欺じゃなくて鳥の詐欺ですね。そして宮崎駿という監督はいろんな周りにいてる人をモデルにしてキャラクターを作ってきたんですけども、今回この詐欺男は鈴木敏夫ではないということが分かりました。そしてこの詐欺男の正体は何なのかということが僕分かりまして、それは次回ね、この詐欺男の正体について語っていく動画でお話ししますのでお楽しみにしてください。続いてまた次の分かったこといきたいと思います。この君たちはどう生きるかっていう映画はアイルランドの児童小説を元に作られているという証言があります。宮崎駿という人物はいろんな児童小説からモチーフを得て作品を作っているっていうのが非常に多い監督なんですけども、必ず自分が感動した作品のモチーフについては記憶していて、そのモチーフを自分が使う上でそのモチーフを超えないといけないという意識がすごく強いんですね。なのであえて大好きなそのモチーフを否定して自分なりのやり方、自分ならこうするというやり方を上に乗せてくるというのが宮崎駿のやり方なんです。これを弁証法というふうに言うんですけど、弁証法についてはまた気になる方ググってください。そんな宮崎駿が今回君たちはどう生きるかで元にしているのはアイルランドの児童小説だということになっています。
このアイルランドの児童小説っていうのは何なのかというと、失われた者たちの本っていう児童小説があるんですね。こちらの児童小説はどんな話かというとですね、本を愛する12歳のデビッドは母親を病気で亡くしてしまうんですね。孤独に苛まれた主人公はいつしか本の囁きを聞いたり、不思議な王国の幻を見たりし始めるんですね。そしてそんなある日、死んだはずの母の声に導かれて、おとぎ話の登場人物や神話に登場する怪物たちがうごめいている美しくも残酷な王国の中に主人公が迷い込んでしまうというあらすじになっている本なんですね。今回この本の影響を大きく受けているんです。それは鈴木敏夫が言っていたこの映画のあらすじですね。亡くなった母の遺品を整理していたら、そこから手紙が落ちてきて物語が始まるというのとものすごく一致してるんです。なのでアイルランドの小説で物語が一致しているのはこの失われたものの本っていう児童小説なので、この児童小説に基づいて冒頭の部分が作られていることはほぼ間違いないと思います。そして肝心のこの君たちはどう生きるかのストーリーの予想についてはまたストーリーの予想の回にお話ししたいと思います。以上がですね、この君たちはどう生きるかという映画について分かっている情報です。これらの情報を元にして普段も本気でジブリを研究している僕がですね、この第1回に続いて第2回、第3回と、この君たちはどう生きるかが公開される前に、内容の予想と、この鳥の正体、そして宮崎駿の光と影、そして風立ちぬで引退宣言をした宮崎駿がちょうど10年後にこの君たちはどう生きるかを公開するわけですけど、この空白の10年間宮崎駿に何があったのか、そのあたりをですね、この君たちはどう生きるかが公開されるまでに語っていきたいと思いますので、今回は情報のおさらいという回でした。今回の君たちはどう生きるかはですね、宮崎駿にとっても最後の作品になってしまうということはほぼ間違いないです。そして今回お話ししたように、今までのジブリ作品とは全く違う作り方、全く違う宣伝のやり方をやって今回の映画が作られたということが分かってもらえたと思います。なのでこのスタジオジブリという会社にとっても宮崎駿という人にとっても、この君たちはどう生きるかというのはものすごく重要で、かつ特殊な作品になっていると予想しているんですが、その辺は次からまた更新を続けていくこの君たちはどう生きるか語りでですね、僕の動画を見ていただけたらですね、十分分かっていただけると思いますので、君たちはどう生きるか全く予告編も公開まで出ない、そんな予定で進んでますので、映画を実際見に行って理解できない方がもうほぼ 90% ぐらいになってくると思いますので、この僕の動画をずっと続けて見ていただいて公開日を迎えていただけたらですね、皆さん間違いなく楽しめるようになった状態でこの君たちはどう生きるかの公開に備えることができると思います。そんな動画を更新しながら、僕自身もですね、自分の中の知識をまとめながらですね、君たちはどう生きるかについての予習をですね、皆さんと一緒にやっていきたいと思いますので、公開まで楽しみにしながらですね、一緒に予習をしていきましょう。ということで今回の動画以上になるんですけども、宮崎駿スタジオジブリについてですね、知らなかったことが知れたという方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただいてチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ということで皆さんご来場ありがとうございました。さあ始まりました、那須館長のムービームービング。今回はスタジオジブリの宮崎駿最新作君たちはどう生きるかを連続して語っていく第2回目としてですね、このポスターの鳥の正体についてお話ししていきたいと思います。この番組那須館長のムービームービングは、ムービーがムービングしていくということで、映画が動き出す瞬間を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。スタジオジブリの映画というのは広く知られていて、まだ見たことがないという方は本当に少ないぐらいですね、有名な作品たちがあるんですけども、その深いジブリの世界を知っているという人はもう本当に少なくてですね、僕那須館長はですね、長年ジブリの研究をしてまして、そのジブリの深い世界を今回垣間見ていただけたら嬉しいなと思います。では早速ですね、このポスターの鳥の話をしていきたいと思うんですけども、先にお話ししてしまうと、このポスターの鳥、アオサギビっていう妖怪なんです。はぁっていう感じですよね。なんですけど、これはマジなんです。このポスターの鳥についてですね、
ジブリ語りで有名な岡田敏夫さんが紹介していたこの鳥の正体というところの説をお話ししたいと思います。岡田敏夫さんの説というのは、この鳥の正体はペストが流行った時に出てきた鳥みたいなマスクのことを指していると言っているわけですね。そしてこのポスターに書いてある地味なんですけど、このタイトルの君たちはどう生きるかっていうこの文字ですね。これは宮崎駿本人が書いたと岡田敏夫さんは言ってるんですけども、この2つの説をですね、覆していきたいと思います。このように君たちはどう生きるかという映画は一切宣伝をしない、予告編も作らないということで、このポスターだけが公式から発表されているわけなんですけども、このポスターのこのビジュアル、この鳥とですね、このタイトルをめぐっていろいろな憶測が今飛び交っております。そんなこのポスターの鳥の正体を煮詰めてお話ししていこうという回なんですけども、まずはこの君たちはどう生きるかというこのタイトルのロゴについてお話ししたいと思います。タイトルのロゴについてですね、最近のジブリの映画というのは風立ちぬだったりとかゲド戦記とかハウルの動く城とか崖の上のポニョなんかは、このポスターに書いてある公式のロゴっていうのは鈴木敏夫プロデューサーが書いたロゴなんですね。しかし今回の君たちはどう生きるかというこのロゴはですね、手書きではなくてデザインされているロゴになっているわけですね。ここからもいろいろ推測ができるわけです。ではこのロゴは誰が作ったのかということなんですけども、先ほど言ったように岡田敏夫さんの説によると、これは宮崎駿本人が書いたロゴだと言っているんですけども、それは違います。まずツイッターで見つけたこちらの画像を見てください。こちらツイッターで浅井佳代さんという方が投稿していた内容なんですけども、この方ね、このロゴの出所に気づいてしまった方なんです。このロゴは君たちはどう生きるか、吉野源三郎さんが執筆した児童小説、1937年に発売されたバージョンの本のフォントをそのままコピーして今回のジブリのポスターに使ってるわけですね。細かいところまで見てみると完全に一致していることがわかります。ということから、これは宮崎駿が作ったものではないということが断言できるわけですね。この動画の1個前のですね、第1回の動画の時にですね、映画の冒頭で君たちはどう生きるかの本が出てきて、そこからお母さんが残していた手紙が落ちて、それを読んだ主人公が物語を始めていくということをお話ししました。そして鈴木敏夫プロデューサーの発言から、この君たちはどう生きるかの舞台というのは日本であることが分かっています。さらにこのタイトルに1937年の初版の君たちはどう生きるかのフォントをそのまま使っているということは、このフォントが使われているバージョンの君たちはどう生きるかが出てくるということになっています。もう一つは前回の動画でお話ししたイメージボードが1枚だけリークされているということなんですけど、このこっそりリークされてる絵を見ていただけたらですね、建物に注目してください。この建物の雰囲気は今の現代の建築ではないということが分かります。明らかに木造建築になっているわけですね。ということから、今回の君たちはどう生きるかという映画の舞台は日本で、時代としては1937年の本が出て、そこから少し時を経て物語があると。しかし現代までは行ってないと。昭和か大正、そのあたりの時代になっているということが推測されるわけですね。そういうところでも今回のこの映画、物語の想像がどんどん膨らんでくるんですけども、その物語はこうなるという予想をしている動画はこの次回の動画になりますので、お楽しみにしてください。というのがこのポスターのロゴのお話ですね。そしてこの鳥の話に行きたいと思うんですけども、この鳥の話に行く前にいくつか注意しておかないといけないことがあります。まず宮崎駿という人物はものすごい知識人なんですね。この人は幼い時からもうずっと本を読み続けていて、成長してからは共産主義になって労働運動をしていた人ですから、同じ年代の人としては坂本龍一とか村上龍とか、ああいうね賢そうな人いてるじゃないですか。あの部類の人だと思ってください。なので
僕たちみたいな普通に生きてる凡人にはもう理解のできないような深い教養から発想を得て作品を作っている監督なんですよ。そういうところからこの君たちはどう生きるかについていろんな人が YouTube でこうではないかああではないか言ってますけども、真相にたどり着けないのはこの宮崎駿の知識の深さがもうとにかく深くて、僕たちがそこに追いつけてないから、そこが壁になって真相にたどり着けないということが発生しているわけです。今回僕はいっぱい Wikipedia とかを調べてモチーフを探っていく中で、たまたまこの鳥の正体にたどり着くことができたんですが、それも本当にたまたまで、そのあたりをこれからお話ししていくにあたって難しい話が続きます。そこが皆さんに注意していただきたいポイントになっているんですけども、このポスターの鳥ね、アオサギビって言いましたけど、まずアオサギビってなんやねんっていうところを直接お話しするには、鎌倉時代に出てる吾妻鏡って皆さんご存知でしょうか？聞いたことはあるかもしれないんですけど、その鎌倉時代にある歴史書の吾妻鏡っていうやつの話から江戸時代に出てきた妖怪作家の話まで行って、そこで初めてアオサギビっていうものが何なのかという説明が終わって、この鳥がアオサギビであったということが分かってくると思います。その上でこの映画「君たちはどう生きるか」、これにこのアオサギビっていう妖怪の要素がどういう風に入ってくるのかという予想までつなげて話をしていきたいと思いますので、できればめんどくさい話が続くんですけど、吾妻鏡の話から続けて聞いていただけたら嬉しいなと思います。ということで、まずこのアオサギビっていう妖怪の写真をまず見ていただきたいんですけど、こちらですね。こちらポスターの鳥と全く同じデザインになっているということなんですね。なぜこのポスターの鳥がアオサギビなのかということを説明しますと、前回の動画でお話しした鈴木敏夫さんがやっているジブリ汗まみれっていうラジオ番組があるんですけども、そちらに米津玄師さんがゲストで来られた回の内容ですね。そのことからこのポスターのキャラクターは詐欺男であるという証言が取れてます。僕の言っているこのアオサギビっていう妖怪はまさに鳥の詐欺が妖怪になったのがアオサギビなんですよ。実は江戸時代ではタヌキとかキツネみたいにこの鳥の詐欺も化けると言われているんですね。そんなアオサギビの話はですね、遡ること鎌倉時代の吾妻鏡まで遡ります。吾妻鏡というのはですね、鎌倉時代の1180年から1266年までの長い年月の出来事を記した歴史書となっていてですね、それが去年にテレビでやっていた鎌倉殿の13人ってあったじゃないですか。鎌倉殿の13人きっかけでこの吾妻鏡っていう存在を知った人も多いと思うんですけども、これは鎌倉幕府の第1代将軍の源頼朝から第6代の宗隆親王までの歴史を記した書物なんですよ。もうね、この時点で難しい話になってるんですけども、吾妻鏡に書いてある詐欺のお話はこの全52巻にも及ぶ膨大な歴史書の中でですね、詐欺界っていうのが出てくるんですね。鳥の詐欺に怪物の怪と書いて詐欺界って読むんですけど、この詐欺界というのはね、4回も登場しているんですね。もう簡単にご説明したいんですけども、夜に青く光っている詐欺が現れたと。その詐欺が出てきた日に大地震が起こって日本が窮地に陥ったというエピソードがあるんです。これは歴史書が書いてあることなので、本当のこととファンタジーが入っているとは思うんですけど、地震は本当にあった地震ですね。またはその詐欺界が現れた直後ですね、霊害が襲って、その霊害によって鎌倉時代最大の飢饉が訪れたということで、日本全土が窮地に陥ったという記述もあるんです。つまり吾妻鏡によると、詐欺っていうのは不吉を運んでくる動物として知られていたということになるんです。それからそんな詐欺界は江戸時代になると大妖怪ブームというのがやってまいりまして、その大妖怪ブームの中で詐欺界という名前からアオサギビという妖怪になって有名になったという話をこれから始めていくんですけども、時代は鎌倉時代から経て江戸時代、妖怪アオサギビの話をしたいと思います。江戸時代にはですね、有名な妖怪作家がいてまして、鳥山石燕という人がいるんですね。今でいうところの水木しげる先生みたいな存在です。その人が書いた今昔画図読百記という本であったりとか、絵本百物語という本がありまして、それが妖怪図鑑の本になってるわけなんですけども、そこにこの詐欺が登場するわけです。
この鳥山石燕さんが図鑑に載せてるということは、江戸時代の中でもかなり庶民まで知れ渡るほどの有名なメジャーな妖怪が載っている図鑑らしいんですけど、そこに詐欺が登場しているということなんですね。ゲゲゲの鬼太郎でいくと、鬼太郎とか目玉の親父ほどではないんですけど、一旦木綿ぐらい有名だったと思ってください。その今昔が図族百鬼という妖怪図鑑に書いてある詐欺の絵が、今回のスタジオジブリの君たちはどう生きるかのポスターともう酷似しているわけです。鎌倉時代には詐欺界という名前で恐れられていたこの詐欺の存在は、江戸時代になると青詐欺日という妖怪として庶民たちにも広く知られるようになったということなんですね。この青詐欺日という妖怪のですね、特徴としてはですね、青く光る、または燃えて光っているということ。さらには火の玉自体にもなれば、火のついた枝を口に加えて運んだり、口から火を吹いたりするとも呼ばれていて、そういった話から長生きしている詐欺はタヌキやキツネのように姿を変えて化けるとも呼ばれていたというのが、この青詐欺日の話なんですね。そこからこの今回の君たちはどう生きるかのポスターのこの鳥との話につなげていきたいと思うんですけども、ジブリには2人の監督がいてまして、今回の映画を監督したこの宮崎駿という人物と、今はもう亡くなってしまって2018年亡くなってしまったんですけど、高畑勲という監督がこれ2人いてるわけですね。この2人の監督はですね、こういった昔の言い伝えとか昔の物語、古典から着想を得ることっていうのを今まで結構実は取り入れてきてるんですよ。まず先に宮崎駿がどういう風に取り入れたかっていう話をしていきたいんですけど、もののけ姫という話は東北の奥深くに縄文時代の文化がまだ残っている村の王子アシタカがですね、呪いを受けてひい様に西に行けと言われて、ひい様の言う通り西に行ったら広島の辺りにたどり着いて、当時は関西が時代の中心なので、広島の辺りに行くともう室町時代ぐらいまで時代が進んでいて、そこにたたらばというのがあるっていうお話ですけども、そこには京都の天長、この帝から送り込まれた師匠連と地走りなどを連れてですね、地御坊が烏帽子御前の神殺しを手伝いに来るというくだりがありましたけど、実はそういうね、社会の構造、その当時の得た否認とかって言われているこのいろんな種類の人たちをあの映画には実は登場させているという、実際の歴史に宮崎駿の妄想が加わった物語になっているのがもののけ姫なんです。そしてもう一人の映画監督、この高畑勲がどういう古典から話を作ったかというと、かぐや姫の物語ですね。あれは平安時代の前期に書かれた竹取物語という物語をですね、再解釈した物語になっていて、当時の世俗やモチーフの使い方は当時の資料を勉強してそこから取っているモチーフが使われています。そんなことしてるから何の話かわからないということで映画として評価が低いとかって言われてますけど、実はもうレベルが高すぎてみんなが理解できないっていうような映画なんですね。そして今回の君たちはどう生きるかに関わるポイントだと僕は個人的に思っているんですけども、富士山が噴火している様子が映るところがあるんですよ。覚えてますか？富士山が噴火したのは西暦で言うと1010年にですね、大噴火を起こしておりまして、そのことからこのかぐや姫の物語のその富士山のカットというのは平安時代を表しているということがわかるわけなんですけども、それに加えてですね、連続するカットの中で松があって浜辺のシーンがあるんですよ。松で浜辺といえばですね、何かというと静岡県に今もある美穂の松原のことであるということなんですね。その連続したカットでまた月を見上げている親子のシーンが映りますよと。どういうことかというと、これは美穂の松原で富士山が噴火していて月を見上げている親子が出てるということは、天の羽衣伝説ですよと。天の羽衣伝説という物語と同じことをこの映画はやってるんですよというのを、セリフも何も使わずに3枚の絵だけで見せてくるということをやっていくのがこの高畑勲という監督なんです。こんなことね、わかんねえよということなんですけど、そうなんですよ。
わかんないんですよ。でもそのわかんないことを調べていくと面白さが分かってくるというのが、この高畑勲監督の作品の特徴になってるわけです。そういった方向から宮崎駿も今回は君たちはどう生きるかで、この古いですね、吾妻鏡から伝わる詐欺の妖怪、アオサギ日をですね、このポスターに起用したのではないかというのが僕の推理になっています。このね、宮崎駿と高畑勲ってものすごいね、先ほど言ったように知識人なので、こういうような表現方法を平気でやってくる人たちだということを覚えておいてください。そういうことで、君たちはどう生きるかの話に戻していきたいと思うんですけども、このポスターの鳥は何の鳥かというと、詐欺であるということが分かって、詐欺というのは昔広く妖怪として知られていた存在であると。どういう妖怪なのかというと、不吉なことを運んでくる、災いを運んでくる鳥だとされていたわけですね。そしてどんな災いをこの君たちはどう生きるかの物語で詐欺男が運んでくるのかというと、前回お話ししたイメージボードが鍵になっていると思うんです。このイメージボードというのはですね、よく見てください。右上に20って書いてますよね。これは20カット目の絵ですよっていうことです。例えばジブリ美術館で今上映されている毛虫のボロっていう12分しかない短編の映画があるんですけど、あれはちょうど100カットで作られてるんです。100カットの絵を元にして作って12分の尺。今回のこの公開されている君たちはどう生きるかの絵に書いてある20カット目というのはですね、その5分の1だというふうに考えると、冒頭の2、3分の映像にこれが出てくるということがわかるわけですね。そこで大きな火事が奥の方で発生していて、そっちの方をめがけて少年が駆けて走っているということがわかるんです。そしてこの規模の火事が起こるというのはかなり大きな規模の火事ではなく、もしかしたら別の原因がきっかけで燃えているのかもしれないということを考えると、まさに日本が窮地に陥るぐらいの災いが来たとも解釈できます。もしそうだったとするならば、僕がお話ししたアオサギ日が災いを運んでくるという話と合致してくるんですよ。もういかにも宮崎駿がやりそうなやり方なんですよ、それは。ではね、この災いを運んでくると言いましたけど、この災いってズバリ何なのかというと、僕は富士山の大爆発だと思います。吾妻鏡によると、この詐欺妖怪が現れた時に、その同じ日に地震が発生して、鎌倉時代に日本が窮地に陥ったという表現がありましたけど、そこから着想を得て、この詐欺男が運んでくるのは地震なんです。地震が運ばれてきますと。その地震がきっかけで富士山が大噴火するということを宮崎駿やるんじゃないかなと僕は予想しているわけですね。この富士山が大噴火すると思う理由は2つありまして、1つはですね、宮崎駿は見ていない、興味がないと表では言いながら、新海誠の映画は間違いなく意識しているんです。新海誠という監督は映画の中でたびたび日本を崩壊の危機に陥れて、それをロマンスで救っていくという監督なんですけども、その新海誠がまだやってないこと、地震とかやりましたと、タイムスリップとかやりましたと、それを前回僕が動画でお話しした宮崎駿の発想方法ですね、弁証法という発想法でいくと、それを乗り越えるためには、その新海誠のやり方を否定して自分ならこうするというのを上乗せしていくという方法です。その上乗せしていくなら、地震なんかは生ぬるいと、地震で発生する富士山噴火したらどうすんねんっていうのを上に乗せてくるというのが僕の予想の一つの理由です。そして2つ目の理由ですね。今回の映画、君たちはどう生きるかという作品は、この亡くなってしまった高畑勲の影響がかなり強く入ってくると僕は予想しているんですね。で、高畑勲というとですね、先ほど、かぐや姫の物語の話をなぜしたのかというと、ここに繋がってくるんですけども、富士山噴火してましたよね。高畑さんが富士山を噴火させるんなら、僕もやるよということで富士山噴火させてくるというのが2つ目の理由なんです。高畑さんが書いてた富士山の噴火というのは、遠くの方でもやもやもやと煙が出ているだけの噴火の描写だったんですけども、宮崎駿は思いっきりもう噴火させるよということをしてくると思うんです。
そしてですね、この説を裏付けるような証言を鈴木敏夫プロデューサーが実はしているんです。それは YouTube でですね、ジブリ美術館が休業している間に行われたインタビューの中での証言なんですけども、インタビュアーの方がコロナウイルスであったりとか、ウクライナの戦争であったりとか、そういう世の中の変化についてどう思いますかという漠然な質問を投げた時に、鈴木敏夫は回答に困って、この君たちはどう生きるかの話をしてしまうという回があるんです。その中で話が出ていたのは、コロナウイルスが来るとかウクライナ戦争なんかが来るはるか前、この君たちはどう生きるかの制作は始まっていたわけなんですけども、この君たちはどう生きるかという映画を制作している最中にコロナやウクライナ戦争が始まって世界がピンチになっていると。なんですが、宮崎駿はまるでそれを予期していたかのように、この物語の中ではそれぐらいのピンチを描いていると。それを言い当てたみたいな結果に結局なっていて、宮崎駿のことを改めて天才だと思いましたという鈴木敏夫の発言があったんですね。ということは、コロナウイルスっていうのがあって、もうとんでもないパニックになりました。ウクライナ戦争とんでもない影響出てます。それぐらいのピンチというと、富士山の大噴火しかないでしょうということなんですね。ちなみになんですけど、スタジオジブリの屋上に上がると、そこにはね、木とかが生えてて、ベンチがあって、宮崎駿さんね、よくね、タバコを吸いにね、上に上がるんですよ。その上に上がった時、天気が良かったら、スタジオジブリから遠くの方に富士山が綺麗に見えるんですよ。その富士山がですね、毎日毎日夕日を浴びるとですね、まるで燃え盛ってるように見えるんですよ。それをずっと燃え盛ってるように見える富士山を見ながら、宮崎駿は毎日タバコを吸ってるということからも、宮崎駿にとっては生活環境のよくいる場所の中に富士山が存在するんで、この富士山大爆発っていう説ね、僕は 80% ぐらいの確率で当たると思っています。ということでですね、このポスターの鳥の正体からですね、始まって、鎌倉時代の吾妻鏡の話になって、時代は経て江戸時代、鳥山石燕が書いた妖怪図鑑に出てくるアオサギビの話になって、アオサギビというのは災いを運んでくる妖怪で、何の災いを今回の映画で運んでくるのかというと、イメージボードと鈴木敏夫の証言、そして宮崎駿と高畑勲の作品の関連性から考えると、これは富士山の大噴火であるということをお話しするのが、この第2回の内容でございました。今回のこの君たちはどう生きるかという映画は、ポスターしか公式では発表されてないと言いながらも、このポスターのビジュアルが結構いろいろなことを教えてくれるということが今回分かっていただけたと思います。そしてですね、第1回今分かっている情報のおさらい、第2回鳥の正体と富士山大噴火、それを以上を踏まえた上で、このズバリ君たちはどう生きるかっていう映画がどういう物語になるのかという僕の予想をお話しして、公開日を迎えたいと思います。ということで語ってきたんですけども、冒頭に申し上げたように、ジブリ関連作品っていうのは非常にややこしい映画が実は多くてですね、そのややこしい深い世界をですね、少しでも今回垣間見ていただけたら嬉しいなと言いましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか？新しい発見があったよという方は高評価ボタンを押していただいて、次回第3回を踏まえて、当日ですね、この君たちはどう生きるかが公開される7月14日を迎えると、間違いなく楽しんでいただけるような状態になっていると思うので、一緒にこの君たちはどう生きるかという映画をですね、予習しながら公開日を一緒に迎えたいと思います。ということで、君たちはどう生きるかが楽しみだと思っている方はですね、ぜひチャンネル登録をして一緒に予習していきましょう。今回もですね、皆さんご来場ありがとうございました。さあ、始まりました。那須館長のムービームービング。今回の内容は第1回の動画で、木村拓哉、米津玄師、あいみょんがこの君たちはどう生きるかに関わってくるというお話をしたんですけども、なんとそこに菅田将暉も参加するという情報をキャッチしましたので、それにおまけ情報を加えてお話ししていく第3回になっております。この番組はムービーがムービングしていくということで、映画が動き出す瞬間を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。早速ですね、お話ししていきたいと思うんですけども、菅田将暉登場説についてですね、2023年の6月28日に行われた米津玄師さんのライブ、米津玄師2023ツアー空想にてですね、鈴木敏夫と宮崎駿のお祝いのお花があったということが確認できたんですね。これによって第1回の動画でお話しした
米津玄師さんが参加されるという噂だったんですけども、この線ね、かなり濃厚なものになってきました。それに加えてですよ、2023年の2月14日のバレンタインデーに行われた菅田将暉ライブツアークワイエットジャーニー in 日本武道館にてですね、こちらにも鈴木敏夫と宮崎駿からのお祝いの花があったということが確認ができたんですね。このことからどうやら菅田将暉もこの君たちはどう生きるかに関わっているんじゃないかということになってるんです。2019年の7月15日に放送された菅田将暉のオールナイトニッポンにて、つい最近風の谷のナウシカを初めて見たという菅田将暉さん。最近ジブリデビューをした菅田将暉さんなんですけども、菅田将暉さんと米津玄師さんは結構仲良しなんですね。ファンの中ではかなり人気の高い灰色と青っていう曲を一緒に作ったりとかしてます。そんな二人がこの君たちはどう生きるかに関わってくるということはどういう風に関わってくるのかということを今回お話ししていきたいというわけなんですね。先にお話ししてしまうと、主人公の声は木村拓哉、主題歌の作詞作曲はあいみょん、それを歌うのが菅田将暉、そしてこのポスターの詐欺男、この鳥の声を演じるのが米津玄師さんであると僕は予想しているわけです。まず主人公の木村拓哉さんのお話からしたいんですけども、第1回の動画でお話しした通り、木村拓哉さんに関してはもう完璧な証拠が出ているので、出演するっていうのはもう確実だと思うんですけども、宮崎駿の自伝的な役割も果たしているハウルの動く城の主人公ハウルを演じているという実績がありますよね。そしてこの今回の君たちはどう生きるかは企画当初自伝の予定だったんですよ。そして木村拓哉さんが脇役を演じるというのは僕は見たことがないので、おそらくこの主役の声は木村拓哉で間違いないだろうと僕は見ているんですね。そして作詞作曲はあいみょんだと予想する理由をお話ししたいんですけども、あいみょんは10代の頃に書いた曲の歌詞の中で、生まれ変わったらスタジオジブリの助手になりたいという歌詞があるんですよ。それぐらいですね、昔からあいみょんはジブリが好きなんですけども、そのエピソードをですね、なんとプロデューサーの鈴木敏夫に、本人にですよ、鈴木敏夫がやっているジブリ汗まみれっていうラジオの中でもう直接その思いをぶつけまくってた回があるんですね。そんなあいみょんがこの君たちはどう生きるかに関わるということはですね、彼女の夢が叶ったということになるわけですよ。そんなあいみょんはシンガーソングライターなので、作詞作曲がもちろんできるわけなんですけども、彼女の歌の特徴というのはですね、鈴木敏夫や宮崎駿の年代から見るとですよ、どこか懐かしみを感じるような曲のテイストになっているという風に鈴木敏夫も話していたわけです。ちょっと浜田省吾のテイストが入っているこのあいみょんの曲っていうのは結構年上の男性にもすごく刺さるということなんですね。そういうポイントからあいみょんが作詞作曲を務めると僕は予想しているわけです。そしてそれを歌うのは菅田将暉。菅田将暉は俳優さんでもあるので、声優としてこの君たちはどう生きるかに参加するということがファンの中では囁かれているんですが、僕は主題歌を歌うのが菅田将暉だと予想しています。なぜ作詞作曲のあいみょん、歌うのが菅田将暉という風に主題歌を2人に分けて予想しているのかと言いますと、これまた2022年のですね、鈴木敏夫がやっているジブリ汗まみれというラジオの中で曲が完成したという回があるんですね。その曲はですね、内容とかそういうことは鈴木敏夫は言わなかったんですけども、一つは宮崎駿がそれを聞いて泣いてしまったという証言をしているということ。そして2つ目は、作っている人と歌っている人が別にいてるということがそこから分かったんです。ということから考えて、今回のこの君たちはどう生きるかという映画は企画当初は自伝だったので、宮崎駿のすごく個人的な内容が入った映画になることは間違いないと思っているんですね。だとすれば、女性ボーカルではなくて男性ボーカルの方がこの映画にフィットすると思うんですよ。そしてあいみょんと菅田将暉も一緒に曲を作っているという実績がありまして、あいみょんの作るどこか懐かしみを感じるような曲調で表現力が豊かな菅田将暉が歌ったその歌を聴いた時に宮崎駿は涙してしまったんじゃないかというのが僕の予想なんですね。そこでポスターのこの鳥の詐欺男というキャラクター、このキャラクターを米津玄師さんが声優をすると僕は予想しているわけです。世の中のジブリファンの方は菅田将暉が歌って米津玄師さんが作詞作曲をしていると
いう説をね、言っているんですけども、これはですよ、灰色と青という先ほど申し上げた、ファンの人気がものすごく高い曲があるわけですよ。そんな、かなり人気の高いこの菅田将暉×米津玄師という組み合わせをですね、そのまま今回も採用してくるということは、今までのジブリの傾向から見て、あんまりないとは思うんですよ。そして、なぜそう思うのかというのをですね、もう一つ申し上げると、第5回の僕の動画で、この君たちはどう生きるかのポスターに書いてある詐欺男をもっとさらに深掘りしていくということをやっていくんですけども、そのね、イメージと米津玄師さんの喋り方とか喋っている時の雰囲気、それがね、この詐欺男のポスターのこのビジュアルとものすごくマッチしていると僕は思うんですね。今まででいくと、風立ちぬの時に主人公堀越二郎の声をぴったりなイメージだからという理由で、庵野秀明さんを声優に起用するということをやったジブリはですね、声優嫌いですごく知られているんですけども、そういった意味で作品に登場するキャラクターのイメージというのと、その人の声がぴったり来るかどうかというところを一番最優先に声優をチョイスしてくるという傾向があるわけです。その声優に選ばれる人が俳優だったり歌手だったり、もうそこはね、関係ないんですよね。そのキャラクターのイメージにその声を務める人がぴったり来るか、もうそれだけでまさかの庵野監督が堀越二郎の声に選ばれるぐらいですから、そういうキャスティングの仕方をする会社だと思ってください。というところから考えて総合すると、米津玄師さんがこのポスターの詐欺男の声を務めるんじゃないかということに至ったわけですね。そこから考えて、米津玄師さんが声優として登場するなら、菅田将暉さんは歌を歌うのではないかというのが僕の予想になっているわけです。以上がですね、この菅田将暉登場説というのを加えた上で、各メンバーがどういう風にキャスティングされているのかという僕の予想をまとめてお話ししました。続いてですね、この君たちはどう生きるか、全く話は変わるんですけど、全編手書きでフレーム数を増やしたということが分かったんです。これはですね、アメリカのニュースサイトになってるんですけども、エンターテインメントウィークリーというサイトの中で鈴木敏夫のインタビューが掲載されてまして、そのインタビューの中で、この君たちはどう生きるかは全編手書きでフレーム数を増やしたので、1ヶ月に1分しか生産体力がないということを発言しているわけです。1ヶ月に1分しか作れない生産体力で、今回の124分の映画を作るというのはものすごいことなんですけども、そこまでしてなぜこのフレーム数を増やすということにこだわったのか、そういうところを深読みしていきたいと思います。通常のアニメというのは1秒間に24フレームと言いまして、1秒間の中に24枚の絵が連続して映ることで、僕たちの目は目の錯覚で動画が動いているように見えてるわけですね。それを1秒間に24フレームから30フレームまで増やしたんじゃないかというのが僕の予想なんです。このフレーム数を増やすというのがどういうことかというとですね、1秒間に画面に映っている情報量が多くなるということなんです。要は今まで見たことがないようなアニメ映画の映像を僕たちは見ることができるということなんですね。それを裏を返せば、全編手書きでですよ、30フレームの映像を作るというのは、ディズニーやピクサーが得意としている 3D アニメの作品に対してもう真正面から喧嘩を売ってるみたいな形になってるわけですよ。それに加えて1日本当に数時間しか、わずかな時間しか体を動かすことができない宮崎駿がですよ、そんなやり方で2時間超えの映画を作るというのはもう狂気の沙汰なんですよ。ここから期待できることは、フレーム数を増やして1秒あたりの情報量が多い映像が見れるということなので、アクションシーンにすっごく力を入れている可能性が高いということがわかるんです。第1回の動画でお話ししたんですけども、今回の君たちはどう生きるかの作画監督を務めるのは本田武史さんという方で、この方はエヴァンゲリオンの新劇場版シリーズを作画監督したりとか、伝説のアニメーターと言われている今聡さんの作画監督も務めているものすごいベテランのアニメーターなんですね。そんな本田武史さんが自分の実力の 100% 以上を出して宮崎駿から支持される無理難題と思われるような絵をですね、全て受け切っていったという鈴木敏夫の発言があるので、これはアクションシーンにものすごくそこが生きているということが期待できるわけです。ということから7月14日に君たちはどう生きるかが公開されたら、このアクションシーンに注目して見ていただければと思います。そしてここから
おまけ情報なんですけども、君たちはどう生きるかのサウンドトラックが発売されることが決定しました。発売日は2023年の8月9日となっていて、もう Amazon とかでは予約ができるんですけども、残念ながらその CD のジャケットの画像はまだ出ていないんですね。そのサウンドトラックが発売されるということで分かったのは、音楽を務めるのは久石譲であるということです。収録されている曲数は37曲なんですけども、これに関しては風立ちぬや崖の上のポニョとほとんど同じなので、特別多いというわけではないということが分かっています。今回、君たちはどう生きるかの音楽を久石譲が務めたことによって、風の谷のナウシカからもうほとんど40年間ぐらいですね、宮崎駿が送り出している長編アニメーションの音楽は全て久石譲が担当したということになりました。そして最近ですね、久石譲は世界最高峰と呼ばれているロイヤルフィルハーモニーとともにですね、ジブリの楽曲を演奏した音源がクラシック界では一番老舗と言われている120年間の歴史があるグラモフォンというレーベルからアルバムを発売するということになりまして、それがついこの間ですね、6月30日に発売になっているんですね。これもものすごいことなんですけども、Apple Music などの配信サービスで今もう配信がそれで聴けますので、この久石譲のグラモフォンから発売されたこのアルバム、ものすごくいいので、ぜひ皆さん聴いてみてください。このグラモフォンっていうのがあんまりピンとこないかもしれないんですけど、このグラモフォンからアルバムが出るというのは、世界最高ランクのクラシックのアーティストであるということが認められたということにもなるわけです。そんな世界のクラシック界の巨匠たちのところに名前を連ねたこの久石譲がですよ、君たちはどう生きるかでどんな音楽を聴かせてくれるのかというのがもう楽しみなんですね。なのでフレーム数が増えてアクションシーンも要注目なんですけども、この久石譲の音楽にも注目して君たちはどう生きるかを見ていただきたいなと思います。そして最後にお話ししたいのが、君たちはどう生きるかの絵コンテが完了して完成が近づいてきたタイミングで、宮崎駿がなんと新しい仕事を始めているという証言があります。これがですね、今年5月14日に配信されたスタジオジブリの鈴木敏夫と文藝春秋の新谷学さんという方が対談している文藝春秋が出している動画があるんですね。これにですね、一月だけ僕お金を課金して動画の全編を見たんですけども、その中でですね、鈴木敏夫が宮崎駿がもう君たちはどう生きるかが完成に近づいてきた頃にもう次の仕事を始めちゃってるということと、今はもうその話しか彼はしないということを証言しているわけです。風立ちぬが公開された直後に行われた宮崎駿の引退会見、皆さん覚えてらっしゃいますか？テレビでは一部しか放送しなかったんですけども、あれは全部見ると2時間以上の引退会見になってるんです。そんなもうデカデカと引退会見をしたもう次の日ですね、同じ時間にスタジオジブリに来て同じ時間にスタジオジブリから帰るということを宮崎駿は実はやっているということがですね、この終わらない人という NHK のドキュメンタリーで分かったことなんですけども、実は宮崎駿というのは風の谷のナウシカが完成した時にもう監督はやりたくないと言ってもう解散しようとしたことがあるんですよ。その時からもう作品を作るごとに引退撤回引退引退撤回引退という形でもうずーっと繰り返しですね、引退を撤回してきた男なんですよ。その度にですね、ナウシカの時はもう解散すると思ってたんですけども、いろいろ大人の事情がありまして、これ次回の話にも出てくるんですけど、ラピュタを作らざるを得なくなったと。ラピュタが完成したらまた引退したくなってくると、もうそれの繰り返しの監督さんなんですね。そんなことをもう40年近く続けてる宮崎駿はですね、もう引退すると言ってももう誰もね、狼少年みたいになってまともに受け取ってくれる人がいなくなってですね、その風立ちぬの時の引退会見も2時間以上あったのに、その中継をですね、スタジオジブリの中で社員がみんなで見てまして、もう大爆笑しているというシーンがこの終わらない人というドキュメンタリーにこっちも出てくるんですけども、宮崎駿という監督はもうまさにね、終わらない人なんですよ。なので多分ですね、この君たちはどう生きるかが引退作だと僕思ってたんですけど、どうやらそうもならないということで、宮崎駿は手塚治虫のようにですね、その人生を終えるその瞬間までずーっと仕事をする人なんじゃないかというふうに思えて最近来ましたよという話で今回終わりたいと思うんですね。終わりになんですけど、今回第3回ということで追加情報をお話ししてきたんですけども、これは第1回の今分かっている情報のまとめという動画に対して追加になった情報がこの第3回になっています。そしてこの
ポスターの鳥の正体については第2回でお話ししているんですけども、次回第4回ですね。第4回の内容は、この宮崎駿という人物はですね、実はですね、ナウシカの時から生きるということのメッセージを強く押し出してきた監督なんですけども、だんだん時を経るごとに死の方に近づいていった監督なんですよ。この宮崎駿の作家性の変化というところをですね、この次の第4回でお話ししていきたいと思うんですね。それによって第5回にこの君たちはどう生きるかの内容を予想していく回をやっていくんですけども、今までのナウシカから続く一連の宮崎駿の流れというものを抑えた上で、この君たちはどう生きるかの内容を予想していかないと、一個の映画として見るんではなく、この宮崎駿の人生として見た方が解像度が高くなって、この物語の理解が深まると思うんですね。ということから、この君たちはどう生きるかを楽しみ尽くすにはですね、この宮崎駿の人生をある程度振り返らないといけないというのを、この次の第4回でやりますので、そちらもですね、7月14日の公開までに更新をして、そして第5回、この君たちはどう生きるかの内容を序盤、中盤、終盤に分けて徹底的に予想していきたいと思いまして、内容は実はもう僕は考えているんですけども、もうめちゃくちゃ精度の高い、本当にその通りになるっていう自信持って思えるぐらいですね、ものすごい内容予想になっております。そのものすごい内容予想はですね、第1回、第2回、第3回、第4回の動画をですね、予備知識として入れていただかないと、この君たちはどう生きるかの内容予想だけ見ても、何を言ってるのかわからないということになりますので、できればですね、見ていない回がある方はですね、ぜひそちらを見ていただいて、第5回までお付き合いいただければと思いますので、そちらをまで見ていただけると、この君たちはどう生きるかをもう楽しみ尽くすことができると思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、君たちはどう生きるか楽しみだという方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さんご来場ありがとうございました。さあ、始まりました。ナスオ館長のムービームービング。今回は第1回、第2回、第3回に引き続きですね、この君たちはどう生きるかについての話をしていきたいと思うんですけども、この次の動画が第5回、君たちはどう生きるかの内容予想となっておりまして、その内容予想に行く前に、生から死に向かう宮崎駿という作家の話をしていきたいと思います。今回の動画を見ていただいた上でですね、金曜ロードショーで7月7日に放送される風の谷のナウシカ、そして7月21日に放送されるもののけ姫、そちらもですね、今回の動画を見ていただいた上で見てみると、より楽しくですね、この君たちはどう生きるかの予習に役立つと思いますので、今回はそういうお話をしていきたいと思います。この番組は、ムービーがムービングしていくということで、映画が動き出す瞬間を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。しかしですね、一つ一つの作品をもう深く話していくことはできるんですけど、そうすると膨大な時間が必要になりますので、今回は生から死に向かう宮崎駿ということで、生と死というテーマ一箇所にですね、焦点を絞ってナウシカから風立ちぬまでお話ししていきたいと思います。僕のようにこれだけジブリの研究を熱心にしている人以外にとってはですね、と思う内容が出てくると思うんですけども、そういうもんだと思って聞いていただけたら嬉しいなと思います。それではまず宮崎駿のこれまでの流れをお話ししていきたいと思うんですけども、宮崎駿という作家はですね、自分が作った作品を自分で否定をして、その上にさらに新しい表現を積み重ねていくという積み重ね型の作家であるということが今回分かっていただけると思います。そんな宮崎駿の作品なんですが、今回の動画は大きな流れをつかんでいただくことが目的になりますので、彼の風の谷のナウシカから以降の作品をですね、前期、中期、後期という3つのパートに分けてお話をしていきたいと思います。それで最後に来る崖の上のポニョと風立ちぬに関してはですね、今回の君たちはどう生きるかにものすごく大きな影響を与えていると僕は思っているので、この2本に関しては第5回で詳しく話をしていくので、今回はさらっと終わらせていただきたいと思います。そこもですね、このナウシカからの流れが分かってないと理解できないわけですね。ということで、前期宮崎駿からお話ししていきたいと思います。前期の宮崎駿はですね、生の力に満ち溢
溢れていた監督宮崎駿ということで、まず風の谷のナウシカ、そして天空の城ラピュタですね。これはですね、破滅していく世界、もしくは破滅したその後の世界、そんな世界の中で大きな責任を背負っても、その運命を受け入れて前に進んでいかないといけないという答えの出せない運命に生きるというメッセージで立ち向かっていく少年少女が描かれる作品になっております。そして3作目、隣のトトロ。この映画はシンプルにすごく見えるんですけども、宮崎駿が本人が言っているのが、最も理屈を考えてリズメで作った作品だということを話しているんですけども、その辺がですね、ものすごくややこしいので、今回トトロは割愛します。そして第4作目ですね、魔女の宅急便。これはナウシカ、ラピュタ同様ですね、厳しい現実と向き合わざるを得なくなった少女が描かれます。それも田舎の島の中から出たことがない、社会を知らない過保護な少女からですね、島を出て社会と向き合っていくという、その少女の思春期と重ねて描いていくというのがこの魔女の宅急便だったんですね。このナウシカ、ラピュタ、トトロ、魔女の宅急便というこの4つがですね、宮崎駿が四角形が完成したというふうに言っているんですけども、初期のこの4本が性の力に満ち溢れていた前期宮崎駿になります。続いてですね、生と死が混合するカオスな中期宮崎駿のお話をしていきたいと思います。第5本目ですね、紅の豚。この映画は戦争で死んでいった戦友たちと一緒に死ぬことができなかった自分の情けなさからですね、人間ではなく豚として生きていくという主人公、ポルコロッソを描いていく映画になっております。戦場で死んでいった戦友たちが遥か上空の空の上をですね、飛空艇の大群として飛んでいくと、そういうような形で、この紅の豚から宮崎駿の作品は死がちらつき始めると思ってください。そしてその次に作ったのがこのもののけ姫ですね。この映画は森を殺す人間と森に生きる生き物たちが対立しているその間にですね、呪いを受けてたどり着いたアシタカが最終的には半人半神の存在となって、最後に森と人とのこの世界、その間を取り持つ調和をもたらす存在として生きていくという終わり方をする映画なんです。この映画の中では農民が農民同士で殺し合い奪い合う。武士は武士同士で奪い合いをしている。命の奪い合いをやめることができない人間たちが自らの生きる場所を確保するために森を破壊し、森の生き物を殺しながら、やがては神さえも殺していってしまうという物語になっていたわけですね。しかしそんな混沌とした世界の中に最後の結論としては、もののけ姫のキャッチコピーにもなっている生きるというメッセージがあるわけです。そんなもののけ姫なんですけども、この紅の豚ともののけ姫、この2本がですね、生と死が混合するカオスな世界観になってきた中期宮崎駿作品なんです。そして皆さんが大好きな千と千尋の神隠しがあるですね、後期のお話をしていきたいと思うんですけども、作品の中から刺繍がプンプンに寄ってくる後期宮崎駿の話をしていきたいと思います。もののけ姫の次に作ったのが千と千尋の神隠しですね。クライマックスでですね、千尋は自分の兄である白を助けるために魔女のゼニーバのところに向かう海原鉄道という海の中をずーっと進んでいく鉄道のシーンを皆さん思い出してください。このシーンのことを広角機動隊などを監督しているアニメ監督の押井守がですね、この本の中でこれほどまでに美しく死後の世界が描ける監督は宮崎駿だけでしょ。あれはどう見ても三途の川でしょという発言をしているんですね。どういうことかというとですね、海原鉄道が三途の川だと思ってください。三途の川というのは渡ると死後の世界に行きますよね。その死後の世界にある白の魂を救うために顔なしが身代わりになってそこに残ってくれたという終わり方をしているんです。この千と千尋の神隠しという映画はですね、宮崎駿が作詞をして劇中では不採用になって使われなかった幻の曲があるんですけども、その曲、あの日の川という曲がありまして、その中の歌詞に書いてある誰かのために生きている私、私のために生きてくれた誰かというのが本当のテーマになっているということはあまり実は知られていないんですね。これが
千と千尋の神隠しの次にハウルの動く城になると、もっと刺繍がプンプンする映画になってくるということなんです。続いてハウルの動く城ですね。これは現実ではなく架空のヨーロッパ、そして我々が生きているこの世界と別の世界線にある魔法が存在する世界のヨーロッパですね。そこで起こった第一次世界大戦の中でハウルとソフィーが出会うというお話なんですね。実は一時停止してみないとわからないんですけども、ハウルが空を飛んでいるその遥か上空からですね、地面を見下ろすと、そこには塹壕が築かれてるんです。塹壕が築かれている戦争というのは人間の歴史で第一次世界大戦のメタファーになってるんですね。第一次世界大戦のヨーロッパではものすごくおびただしいほどの死者をですね、出したという事実があるんですよ。その塹壕のあたりにはですね、おびただしいほどの死体が転がっているというのが現実なんですけども、そんなもうむごたらしい描写をですね、宮崎駿はしないんですよ。直接的には描かない監督なんです。なんですけど、塹壕自体を描くことによってどういう状況がこの地上にあるのかということを伝えてはいるんですね。そんな世界の中で最後は出会ったソフィーとハウルがその残酷な戦争の世界から離脱してですね、空の上で永遠の愛を誓って永遠に生きていくというですね、ある意味ものすごく身勝手な2人の恋を描いた映画になっているんです。ポニョと風立ちぬに関しては次回詳しくやりますので、本当にざっくりその生と死というテーマに絞ってですね、今回はお話ししていきたいと思うんですけども、続いて崖の上のポニョですね。この映画は実はグランマンマーレ、ポニョのお母さんによって世界が一度破滅している様子が後半で描かれます。そこで全てが海に覆われて死の世界に実はあれは突入しているんですが、宗介がポニョのことをずっと幸せにしていきますということをお母さんのグランマンマーレに約束したその契約によって世界がまた元通りに再構築されているという映画になっているんですね。その証拠にエンディングのスタッフロールが流れている時の映像をですね、次回また見る機会があったら注目して見ていただきたいと思うんですけども、宗介とリサが住んでいるその街ですね、その街の様子がずーっとこう流れていくエンディングになっているんです。それね、よく見ていただくとですよ、リサと宗介が住んでいる家が売り地っていう看板が立っているのがプラスされていることと、劇中で描かれている宗介の家とこの街の位置関係がですね、エンディングの絵では逆転しているんですよ。つまりこのグランマンマーレが一度破滅させた世界を再構成した時に、世界は元通りのように見えているんですけども、左右が反転しているということで、この世界が一度再構成されたんだよということを実は伝えているんですけども、それに気づいている人はかなり少ないんです。そんなことでもうこのポニョに至っては、もう登場人物も全員一回死んでるということなんですね。そして次の話に行きたいと思うんですけども、風立ちぬですね。この映画の主人公堀越二郎は美しいものを作りたいというその一心でですね、日本を戦争に突入させ、日本が焼け野原になるきっかけになった戦闘機、零式艦上戦闘機、通称ゼロ戦というものを開発してしまうという人物なんです。風立ちぬの方もよく見ると刺繍がもうプンプンする演出がいっぱいあるんですけども、先にその内容を端的にお話しすると、海原鉄道を渡って死後の世界に足を踏み入れた宮崎駿は、この崖の上のポニョの中では自分のお母さんと、この風立ちぬの中では自分の亡きお父さんとの思い出にですね、向き合って、宮崎駿はお父さんとお母さんに対して複雑な感情を抱えているんですけども、その物語の中で2人と再会することによって自分の複雑な感情に整理をつけるという個人的な映画になっているというわけなんです。それがものすごく今回の君たちはどう生きるかに関わっていることなんですけども、それは次回の内容予想でお話をしていきます。流れをまとめていくと、前期、中期、後期とこの大きな流れですね。この大きな流れを理解していると、今回の君たちはどう生きるか、これで宮崎駿が何をしようとしてくるのかということが理解できてくると思います。ちなみになんですけど、
千と千尋の神隠し以降ですね、全ての作品に魔女が出てくるということがあるんですね。そういった部分もですね、また機会があれば詳しく語っていきたいなと思うんですけども、今回は長くなってしまうので、この辺で終わりたいと思います。終わりになんですけども、宮崎駿というこの監督はですね、こういった内容を裏に含ませながらも、映画監督として子供たちに特別な体験を与えたいという思いがものすごく強いと。それがクリエイターとしての使命であると思っている人なんですね。なので、表面上ではエンタメとして成立させながらも、裏に分かる人は分かるテーマを入れてくるという監督なんです。というより、この人は絵で考える監督さんなんで、絵の中にそういったメッセージがちらほら滲み出てくるという表現の方が正しいかもしれません。スタジオジブリの作品が面白いと僕たちが感じる理由はですね、そのエンタメの作品の中に潜んでいるそういったものがチラチラ出てくる部分がですね、はっきりとはわからないんですけども、僕たちの頭の中に違和感として入ってですね、気になるとか、またもう一回見たいっていう気持ちにさせてもらえるんですね。これがスタジオジブリ唯一無二の魅力を持っているところなんです。宮崎駿の作品はただ面白いだけではないということがですね、誰もが感じながらもここまで追求して研究する人というのも珍しくてですね、なんですけど、宮崎駿の作品の中に潜んでいるこの宮崎駿の作家性をですね、深掘りしていくことでジブリ作品ものすごく面白く見えてくるので、そういった部分をですね、今回のこの動画で垣間見ていただけたらすごく僕は嬉しいなと思います。ということで、第1回君たちはどう生きるかの最新情報のまとめ、第2回ポスターの鳥の正体は妖怪アオサギビだったという話、第3回追加情報のまとめ、そして今回の第4回生から死に向かってきた宮崎駿の作家性、それを踏まえた上で第5回この君たちはどう生きるかの内容予想をやっていきます。ジブリの奥深い世界を垣間見ていただけましたでしょうか。今回の動画面白かった、新しい発見があったよっていう方はですね、高評価ボタンを押していただいて僕のチャンネルを応援していただければと思います。そしてですね、次回君たちはどう生きるかの内容予想をやっていく回も楽しみにしていただければと思います。それでは皆さんご来場ありがとうございました。さあ、始まりました。那須尾館長のムービームービング。今回は、スタジオジブリ、宮崎駿の最新作、君たちはどう生きるかについて連続で語っていく第5回目の動画になっております。この番組は、ムービーがムービングしていくということで、映画が動き出す瞬間を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。はじめに、マウントを取らせていただきますと、僕の動画を第1回からですね、一通り見ていただけると、他の YouTuber さんたちがいかにしてネットに転がってる情報を表面的にさらって、この君たちはどう生きるかについて語っている動画をアップしているかがわかると思います。この君たちはどう生きるかについて動画をアップして盛り上げていただけるのは嬉しいことなんですけども、僕のチャンネルを登録してくださってる皆さんにはですね、そういった再生数稼ぎで話題の新作の動画を上げたいだけの人の動画をあまり信用していただきたくないんですね。それで今回の動画、もう内容がですね、ものすごくてんこ盛りになってしまいましてですね、長いんですけど、この動画を見てくださってる皆さんには、この君たちはどう生きるかに対しての予習をですね、もうバッチリしていただけることをですね、初めにお約束させていただいて、この長い内容を始めていきたいと思います。では本編に行きたいと思うんですけども、今回の内容予想は物語自体を予想するのではなく、宮崎駿が何をしようとしているかというところでお話をしていきたいと思うんですね。今回のこの君たちはどう生きるか、あらすじはもちろんのこと、登場するキャラクターも公開されていなければ、音楽も公開されていないということで、ほとんど情報が伏せられているわけですね。なので、物語自体を明確に予想するということは不可能であるということを初めに言っておきたいと思います。僕の予想では、宮崎駿研究家としてですね、宮崎駿が今回の映画で何をしようとしているのかというところに焦点を絞ってお話
話ししていきたいという、そういうことなんですね。今回の内容は、第1回の僕の動画、最新情報のまとめ、第2回、ポスターの鳥の正体とその物語への影響、第3回、追加の最新情報、そして第4回、生から死に向かってきた宮崎駿。この内容を踏まえた上での話をしていきたいと思います。それは第1回でお話しした分かっている情報を下地にですね、僕の仮説を載せて、その仮説に仮説を載せる形で今回の内容を考察しているからなんですね。なので今回は第1回から第4回までの情報を踏まえた上でお話をしていきますので、今回の動画だけ見てもあまりよくわからないところが出てくると思うんです。そこのあたりを皆さんにご注意していただきたいと思います。そして本格的に内容の話に入るまでもう一つお話ししたいことがあるんですけども、宮崎駿は先の展開を決めずに映画を作る人なんだということを知っていただきたいと思うんですね。これ意外かもしれないんですけど、宮崎駿は映画の冒頭30分までぐらいのところのコンテを作っただけでですね、もう作品作りを本格的にスタートしていく監督なんですね。つまり物語の先を決めずに作っちゃってるってことなんです。先に絵コンテってなんやねんっていう話なんですけども、宮崎駿の絵コンテの使い方というのは、背景を含めた画面のレイアウト、そしてキャラクターの動き、そしてキャラクターのセリフ、その他注意点など表現の意図を現場のスタッフに指示するためのものなんですね。絵コンテが出来上がりますと、絵コンテから原画、動画、撮影という形で制作が進行していってアニメは作られるんですけども、全ての源になるのは監督が描く絵コンテなんですよ。要するに、この絵コンテを完成させずに、それ以降の工程をスタートさせるということは、現場のスタッフはもちろんのこと、宮崎駿本人でさえも物語の展開がわからないで作っているということなんです。この君たちはどう生きるかについては、絵コンテだけで3年かかってて、その以降の作業に丸7年かかったというふうに、文藝春秋の新谷学と鈴木敏夫が対談している動画の中で明らかになったんですね。これほど時間がかかる作業なので、絵コンテの完成を待っていたら、いつになっても作品が完成しないということにもなるんです。ということから、絵コンテの完成を待たずに、その以降の作業をもうスタートさせてしまうというやり方をスタジオジブリで宮崎駿はやってきたわけなんですね。宮崎駿はスタッフが上げてくる原画のチェックをしながら、物語のテーマや展開をひねり出しながら、自分と極限に向かい合いながら絵コンテを作ってきた監督なんですよ。そのやり方があるから面白い作品が出来上がるということもあるんですけども、その反面としてですよ、当初計画していた物語の筋書きから大きく変化して、序盤と終盤ではもう全く違う物語になっているという映画も実は多いんです。そのように宮崎作品というのは物語の先を決めずに映画を作っているということを皆さんに知っておいていただきたかったんです。それで前置きがちょっと長くなってしまったんですけども、この君たちはどう生きるかの内容予想を始めていきたいと思います。今回は先ほどお話しした宮崎駿流の特殊な映画の作り方というところに合わせまして、この君たちはどう生きるかの物語を序盤、中盤、終盤ということで3つのパートに分けて予想をしていきたいと思うんですね。これは全部話がつながりますので、動画が長くなってしまって申し訳ないんですが、初めから順を追って見ていただければ嬉しいなと思います。では、序盤の予想をしていきたいと思うんですけども、序盤は題しまして、現実と空想の境界線が曖昧になる主人公と日本。これですね。主人公は12歳の主人公。名前は未定。そしてその中身は宮崎駿自身であると。この映画の舞台になるのは終戦を8月に迎える直前の7月の1945年の日本が舞台になって初め物語は始まります。そこでとんでもないことに私気づいてしまいまして、前回までの動画で紹介していたこのイメージボードなんですけども、これ宇都宮空襲であるということが分かったんです。宮崎駿は4歳の時宇都宮に住んでいて、そこで宇都宮空襲と呼ばれている空襲を体験したんですね。その当時の
体験が鮮明に宮崎駿の中で残っていて、このイメージボードに出ているんです。なぜ宇都宮空襲なのかということをお話ししますと、このイメージボードに映っている右側の建物、特徴のある建物があるんです。そちらに注目してください。こちらですね。こちらはですね、宇都宮駅に現在もある東武宇都宮駅のすぐ近くにですね、カトリック松ヶ峰教会という教会があるんですね。こちらがその建物なんじゃないかということなんです。そしてですよ、この特徴のある建物の右側にある木があるんですね。この木はやけに大きな木なんですけども、これもそのカトリック松ヶ峰教会のすぐ近くにある大イチョウと言われている、現地の人では有名なんですけども、宇都宮空襲があった際に焼け残って生き残りですね、その生命力から復活したという大きなイチョウの木が立ってるんですよ。この2つの位置関係が全く現実と一緒であると。それに加えてですよ、このイメージボードで主人公が走っている方向ですけど、そっちの方向に何があったのかというと、当時宮崎駿が住んでいた家があったんですよ。宮崎駿は4歳の時に宇都宮空襲に襲われて、その範囲の中に住んでいる家があったんですね。その住んでいる家からですね、トラックに乗って逃げたんですよ。その宮崎駿が見ていたその空襲の方向には、当時このカトリック松ヶ峰教会と大イチョウがこの位置に存在しているんですね。そのことと吉野源三郎が書いている君たちはどう生きるかという本がこの映画の中で登場するということは、1937年以降であることは間違いないということから、今回のこの映画は1945年の宇都宮空襲があった7月の12日から物語が始まるというのが僕の予想なんです。一つ謝っておくと、第2回の動画で富士山噴火するという風に言ったんですけど、いろいろ考え直すと宇都宮空襲だったんで、言ってることが変わってしまって、そこは申し訳ございません。以上のことから、この君たちはどう生きるかのあらすじがどういう風になっているのかというとですね、4歳の主人公、名前未定の元にですね、青く光る鳥が現れ、不思議だなと思っていたら、その夜、宇都宮空襲が発生。そこで主人公名前未定の母が亡くなってしまうんです。それから時を経て主人公は中学生になり、母の遺品を整理している時に吉野源三郎の君たちはどう生きるかが出てくるんです。その君たちはどう生きるかを開くと手紙が落ちると。それを主人公が読むわけですね。それを読んだ主人公には本の中の世界からの囁きが聞こえ始めるんです。そんな主人公、名前未定のもとに、米津玄師が声をやっている詐欺男が再び現れるんです。空想の世界と現実の世界が曖昧になっていく主人公。現れた詐欺男は、そんな主人公を空想の世界に案内していく。その空想の世界は、美しくも残酷なファンタジーの世界だったというのが、君たちはどう生きるかのあらすじになっているんです。これが本当だったとしたら、この映画が宣伝をしないのではなく、できないんだということを第1回の動画でお話ししましたけど、この内容が原因で宣伝ができないんだということにつながるわけです。このあらすじになった根拠を4つ紹介したいんですけども、まず1つ目ですね。第1回の動画でお話しした主人公が亡き母の遺品を整理していると、その本の中から手紙が落ちて、それをきっかけにして物語が始まるんだという鈴木敏夫の証言がありました。そして根拠の2つ目ですね。宮崎駿がすごく影響を受けていると言っている失われたものの本という児童小説の母
母を亡くしたショックから主人公が本の中の世界の囁きを聞き、現実と空想の境界が曖昧になって、その現実と空想の間を行き来するっていうことと、空想の中の世界は本の登場人物や神々がうごめく美しくも残酷な世界であるという、この第1回の動画でお話しした内容が根拠の2つ目になってます。根拠の3つ目はですね、僕の第2回の動画でお話しした内容なんですけども、中学生になって物語が進んでいくという設定は、宮崎駿本人が吉野源三郎の君たちはどう生きるかを中学時代に買っていたものが久しぶりに出てきてですね、読み返してみるとものすごく感動したので、そのタイトルをそのまま映画につけたというところが1点。もう1点が、リークされているこのイメージボードのこの右上を見てもらえると、20って書いてあるんですけど、20というのは冒頭2、3分地点の映像の絵であるということが分かったと第2回動画でお話ししました。これが根拠の3つ目ですね。で、4つ目の根拠としては、これも第2回でお話ししたんですけども、ポスターの詐欺男というのはアオサギビという妖怪で、アオサギビという妖怪は災いを運んでくる妖怪であるということから、今回のあらすじの予想になっております。それが物語序盤の予想ですね。現実と空想の境界線が曖昧になっていく主人公と日本という序盤を迎えると思います。続いて中盤の予想なんですけども、中盤は題しまして、幻の企画と現実を行き来するリトルニモということになっております。全く意味わからないと思うんですけど、説明していきますね。実は宮崎駿には力を注いだんですけど、形にならなかった幻の企画というのがいくつかあるんですよ。その中で宮崎駿が30代の時に高畑勲と大塚康夫らと共にですね、アメリカにわざわざ渡って実現しようとした日米合作のアニメ、莫大な予算をかけたんですけど完成しなかったリトルニモという企画があったんです。ちなみにこの時に後に弟子になるですね、ピクサーのジョン・ラセターやアキラや広角機動隊、そして宮崎駿自身にものすごく影響を与えたアーティストのメビウスらと出会ってるんです。この実現しなかったリトルニモという話はどういう話だったのかと言いますと、主人公が冒険や奇想天外な物語を体験していると、いつもいいところで現実に戻される。そして現実に戻されると、それは寝ている間に見てた夢だったというオチで必ず終わる、ニューヨークヘラルド紙という新聞に掲載されていたウィンザー・マッケイという人が書いていた連載の漫画だったんですね。宮崎駿本人は後に、人生で一番体力が有り余っていて脂の乗ってる時期を棒に振ったと語っているんです。このリトルニモという企画ができなかったということに対してのリベンジをこの君たちはどう生きるかでやってくるんじゃないかというのが僕の中盤の予想になっています。宮崎駿はこのリトルニモの構造を利用してですね、宮崎駿が今まで手掛けてきたけど形にならなかった戦国魔女などの世界観を空想の世界として、その空想の世界と現実を主人公が行き来するという物語になると僕は予想しているんです。ここが第3回で話したアクションシーンを強化したと話しましたけども、そこに繋がってくるわけです。空想のファンタジーの世界の中を冒険する主人公という設定で、ものすごいアクションシーンが展開されると僕は予想しているのが、この中盤の予想になっております。これが幻の企画と現実を行き来するリトルニモという中盤の予想ですね。そして肝心な終盤の予想をしていきたいと思うんですけども、前回の動画の中で崖の上のポニョと風立ちぬの解説を君たちはどう生きるかに影響が大きいということで説明するのは省いてたんですけども、この2本の作品の中の裏で何が起こっていたのかということを説明をまずしていきたいと思います。端的に言うと、崖の上のポニョで亡き母と風立ちぬの中で亡き父と、この2人に対しての複雑な感情にこの2本で整理をつけてきた宮崎駿が、君たちはどう生きるかで何をしようとしているかというと、自分の師匠である高畑勲との再会を果たそうとしているというのが僕の終盤の予想です。どういうことかわからないと思うんですけど、まずポニョの話をしていきたいと思います。
崖の上のポニョですね。ポニョは題しまして、母の胸に飛び込みたかった宮崎駿というお話をしていきたいと思います。崖の上のポニョは物語の本筋とは全く関係ないクライマックスを迎えたことを皆さん覚えてらっしゃいますか？思い出してもらいたいんですけど、魚に戻ってしまったポニョがバケツに入っていて、そのバケツを抱えて宗介はリサの元へ走ってるんです。その宗介を追いかけてきて、藤本と養老院にいてた時さんがなぜか宗介の元に現れます。そしてなぜか藤本と時さんが宗介を奪い合って、宗介は時さんを選んでその胸にダイブするっていうクライマックス迎えますよね。思い返してみるとものすごく不思議なシーンだと思うんですよ。このシーンは何なのかというとですね、遡ること風の谷のナウシカを作っていた時にお母さんが亡くなった宮崎駿の話になるんです。宮崎駿は母が亡くなった時ですね、ナウシカの制作チームとの飲み会に参加して葬儀に参加しなかったという過去があったんです。その過去に蓋をして思い出さないように記憶の深いところに封印しているという風に本人は語っているんですけども、その封印を解いて向き合うことになったのが今回のこの崖の上のポニョなんです。どういうことかというと、あの時母の元に駆けつけていけばよかったという整理のつかない気持ちが時さんというキャラクターになってですね、宗介の元に現れるわけです。宮崎駿のお母さんは晩年ですね、車椅子生活だったことが分かってるんです。そこに現れるのが仕事だと自分に言い聞かせてですね、ナウシカの現場から離れなかった自分であり、その延長線である今の自分を象徴する藤本というキャラクターなんです。藤本というキャラクターは人の世から離れてですね、海の深いところでげっそりとした顔でですね、約100年間も孤独に仕事をしているというキャラクターなんです。あの不思議なクライマックスのシーンは作品の中で蘇った自分の母親と仕事にのめり込んでしまって人格を失ってしまった自分が宗介、つまり自分の心の純粋な部分を象徴するキャラクターを奪い合うというシーンだったんです。そうして宗介は時さんの方を選んでその胸に飛び込みます。このシーンを描いたことによって崖の上のポニョの制作の中で亡き母の感情と向き合ってですね、封印していたと語っていた複雑な感情を受け止めることができたわけですね。それが母の胸にあの時飛び込みたかった宮崎駿というお話になります。そして風立ちぬの話なんですけども、風立ちぬの方は題しまして父に対してのアンビバレンツな感情を抱える宮崎駿ということになってまして、宮崎駿の父は宇都宮で零式艦上戦闘機、通称ゼロ戦と呼ばれている戦闘機の部品を作っている工場を経営している人だったんですね。宮崎駿本人は戦争で日本の敗戦色がどんどん強くなっていく中で、父の会社はどんどん儲かっていったという風に言ってるんですね。それは戦争が負けそうになってくる、つまりゼロ戦が破壊されていくことにゼロ戦の部品が必要になって発注が入る、会社が儲かるっていうことなんです。そんな父親のことを宮崎駿は戦争協力者だということで本当に許せなかったと語っているんです。しかしですよ、その反面で宮崎駿という人物は戦闘機や兵器を見ると興奮がもう抑えられなくなってしまうほどの兵器マニアなんです。矛盾してるでしょ。風立ちぬの時のドキュメンタリーの中で終戦後家にアメリカ人の来客があった時に自分が手に持って遊んでいたゼロ戦の模型をさっと隠したことを今でもはっきり覚えているというエピソードを語っている宮崎駿なんですけども、戦争は絶対反対だという気持ちと、だが兵器には惹かれてしまうというこの全く正反対なアンビバレンツな感情と宮崎駿は長年葛藤してるんですね。それは自分の父親に対しての葛藤でもあるということなんです。この風立ちぬという映画は美しいものを作りたいという一心でですね、突き詰めた結果、日本を戦争開戦に踏み切らせて、そして日本を地獄の炎で包むことになった、そのきっかけになったゼロ戦を開発した堀越二郎という主人公を描いたんです。その堀越二郎に自分の父親、そして自分の中にあるその正反対のアンビバレンツな感情を乗せて描くことによって、
で亡き父との複雑な感情に整理をつけたのがこの風立ちぬという映画だったんです。それが父親に対してのアンビバレンツな感情を抱えている宮崎駿ということなんですね。このように崖の上のポニョではお母さんと、風立ちぬではお父さんとの感情に整理をつけてきた宮崎駿は、この君たちはどう生きるかで何をするのかというとですね、それが今から話をする終盤の物語の予想になっていくわけなんです。この君たちはどう生きるかの終盤の予想、題しまして母、父、そして高畑勲へということをお話ししていきたいと思います。終盤はズバリ亡くなっていった仲間たちとこの作品の中でもう一度再会するということをやってくると予想しているわけです。前回の第4回でお話ししたように生の世界から死の世界へ踏み入れてきた宮崎駿。宮崎駿自身が千と千尋の海原鉄道、つまり三途の川を作品の中で渡ってですね、あの世にいてるお母さんとお父さんと再会することができたわけなんですけども、君たちはどう生きるかでは亡くなっていった一緒に仕事をしてきた仲間たちと再会すると僕は予想しているわけです。実は風立ちぬが公開された後、この君たちはどう生きるかが公開されるまでの丸10年間の中で宮崎駿と何十年も一緒に仕事をしてきた仲間たちが続々とこの世を去ったんですね。2015年の8月15日には篠原雅子さんというアニメーターの方がお亡くなりになりました。彼女はジブリ以前の未来少年コナンやルパンのカリオストロの城の頃から宮崎作品をずーっとアニメーターとして支えてきた方なんです。そして2016年の10月5日には安田道夫さんがお亡くなりになりました。安田道夫さんは有名な色彩設計の方で、スタジオジブリの作品特有のものすごく豊かな色彩表現はこの安田道夫さんの仕事なんですね。一方でジブリ内では宮崎駿、高畑勲両監督がですね、絶大な信頼を置いていて、姉御肌なそのキャラクターで制作以外の面でもジブリを支えてきた人だったんです。その方が2016年10月5日にお亡くなりになってしまったんですね。そして2018年になるとですね、4月5日に高畑勲がお亡くなりになりました。宮崎駿の師匠でもあり、親友でもあり、同時に目標でもあり、ライバルでもある。この高畑勲と宮崎駿の関係性というのは、一言の言葉では表せないぐらいの複雑な関係性で結ばれた2人なんです。高畑勲がいたことによって宮崎駿は作品を作り続けることができて、互いに影響を与え合いながら日本アニメ映画界の頂点に君臨したこの2人なんです。高畑勲はアルプスの少女ハイジからかぐや姫の物語までアニメ界にものすごい革命を起こしてきた巨匠なんですけども、絵が描けないという不思議な人でもあったんですけども、この高畑勲さんの詩はですね、高畑勲が亡くなった時に作っていたこの君たちはどう生きるかの制作はですね、その時から大きくストップしてしまったんですね。それから物語に大幅な変更が加えられたということが鈴木敏夫の証言から分かっています。その高畑勲だけじゃないんです。2021年の3月15日には大塚康夫さんがお亡くなりになってしまったんですね。彼は宮崎駿、高畑勲よりもう少し世代が上の人なんですけども、宮崎駿がアニメに興味を持ったのはそもそも白蛇伝というアニメ映画を見たからなんです。その白蛇伝に制作で参加していたのがこの大塚康夫という人で、この人は天才アニメーターと呼ばれているぐらいすごい実力を持った人だったんです。それだけではないんですね。大塚康夫さんは東映動画、現東映アニメーションで彼が才能を見出して宮崎駿と高畑勲を抜擢したことによって2人は出会い、そしてその後アニメ界に革命を起こしていく2人のコンビになるということなんですよ。そして彼は中盤の予想で言いましたリトルニモの企画の時に宮崎駿と高畑勲と一緒にですね、アメリカに渡ってそこに参加していたメンバーでもあったんです。このように宮崎駿にとってもう絶大な影響を与えた人たち、何十年一緒に仕事をしてきた人たちが続々とこの世を去っていったんですね。
この君たちはどう生きるかの制作中にこの方たちがお亡くなりにどんどんなっていってしまったということは、物語の先を決めずに作っていく宮崎駿のことですから、この君たちはどう生きるかに与える影響はかなり大きなものになっているということはもう間違いないんです。そして第1回の動画でお話しした主人公と詐欺男はしょっちゅう喧嘩をしていて、それを女性のキャラクターが仲良くやりなっていうことを言って仲裁をするシーンがものすごく感動的に描かれていたというジブリ汗まみれの鈴木敏夫の発言がありましたけども、その時にその女性のキャラクターが先ほど言った色彩設計の安田道夫さんがモデルであるという風に鈴木敏夫は断言しているわけです。そのように亡くなっていってしまった人たちがキャラクターになってこの君たちはどう生きるかという映画の中に登場するということはもう確実だということが分かってるんです。そしてですよ、第2回の僕の動画でお話ししたこのポスターの鳥の正体は詐欺男であるということをお話ししました。そしてこの詐欺男の見た目のモデルになっているのは妖怪のアオサギビであるというお話もしました。僕はこのポスターのアオサギビをモチーフにしたキャラクターのモデルになっているのが高畑勲であると予想しているんです。なぜかと言いますと、高畑勲という人物はものすごく偉大な人物なんですが、作品至上主義がちょっと行き過ぎてまして、スタジオジブリにとってたびたびですね、災いを運んでくる存在であるということなんですね。彼が運んできた災いの一つに柳川ショックっていうのがあるんですけど、その事件を紹介していきたいと思います。話は戻るんですけど、宮崎駿が風の谷のナウシカを完成させた後、彼はもう引退しようと思ってたんですよ。その時から毎回引退宣言をしているんですけども、どういう風に引退をするかというと、そこで宮崎駿は風の谷のナウシカの売り上げを全てですね、高畑勲がやりたがっていたこの柳川掘割物語という企画に全部ぶち込むという作戦を思いつくんです。それでお金を全部なくしてしまえば引退ができるという風に考えたわけです。それはかなりの金額だったんですけど、高畑勲はあっという間に制作費を全部使い果たしてしまいましてですね、宮崎駿に制作費の調達をお願いしますと一言言ったんですね。困った宮崎駿はですね、なんと自宅を銀行の担保に入れてまでお金を借りて高畑勲に渡したんです。しかしですよ、それもすぐに使い果たしてしまってですね、またね、制作費の調達をお願いしますね。2回同じことを言い出したんですよ。それを受けてですね、ついに宮崎駿は何ももうお金を用意する手段がないので、映画を当ててその売り上げをそこにまた突っ込まないといけないということになって、いろんな大人の事情があって、天空の城ラピュタという2作目を作るということになってしまったんですね。その後無事に柳川掘割物語は完成したんですけども、全く売れなかったんですよ。なんですが、高畑勲さんっていう人はそれを1ミリも悪いと思わないんです。それが高畑勲という人間なんですね。面白いでしょ。そのように宮崎駿にとっては高畑勲というのはなくてはならない存在なんですけど、同時に災いを運んでくるということから、アオサギビという妖怪のイメージと高畑勲のイメージがぴったりはまるんです。ではこのポスターをもう一度見てもらいたいんですけど、アオサギビという妖怪がモチーフだということをお話ししましたけど、これ何者かがアオサギビをかぶっているわけですね。これが何なのかということなんです。これは顔が2つあるということはイコールこのキャラクターには二面性があるという表現になっているわけなんですけども、僕はこの鳥の中身を高畑勲の本心であるというふうに予想しているわけです。災いを運んでくるたびに宮崎駿と高畑勲は真正面から対立してガチ喧嘩することももうたびたびあったんですけども、高畑勲は本心では自分のことをすごく大切に思ってくれてたんではないかという宮崎駿の高畑勲に対しての思いがこの本心の部分に現れてくるのではないかと思うんですね。というのも先ほどお話しした鈴木敏夫の発言で、主人公と詐欺男はたびたび喧嘩をしているんですけども、そこに女性のキャラクターが仲裁に入ると。そしてそのシーンはすごく感動的に描かれていたという表現をしていましたけども、まさにたびたび喧嘩をしている主人公イコール宮崎駿と詐欺男
高畑勲が女性のキャラクター、安田道夫さんに仲裁されるという、かつてのスタジオジブリ内にあったのに、今のスタジオジブリにはない光景、それを再現しているのではないかと思うんですね。以上のことから、君たちはどう生きるかの終盤の展開は、主人公、つまり宮崎駿が空想と現実の世界を行き来しながら、その空想の世界、つまり死後の世界の中で亡くなっていった高畑勲や篠原雅子さんや安田道夫さんや大塚康夫さんと再会するという、もうファンにとっては涙なしには見れない展開になるのではないかというのが僕の予想なんです。その根拠の一つは、この君たちはどう生きるかの試作映像が完成した時に、スタジオ内で試作動画のチェックをするラッシュチェックというのがあるんですね。その時に制作部のスタッフは涙でスクリーンが見えなかったと話していたと、スタジオジブリの公式ツイッターが投稿していたんです。それは今までスタジオ内で働いていて、もう日常的に見ていて目の前で見ていた光景が、なんとこの君たちはどう生きるかの映画の中で再現されていたから、みんな涙なしにはスクリーンを見ることができなかったんじゃないかと思うんですね。皆さんも考えてみてほしいんですけど、何十年一緒に仕事をしてきた仲間たちがどんどん先に旅立っていってしまって、一人残された宮崎駿はその孤独な環境の中ですっかり変わってしまったスタジオジブリの中で年老いてわずかな時間しか一日で働くことができない硬くなっていく体をですね、酷使してですよ、作っているのが今までの一緒に仕事を何十年もしてきた仲間たちの再会だったとしたら、それはその下で働いていた現場の制作部のスタッフたちはもう涙なしには確かに見れない内容だと思うんですよ。というのがこの君たちはどう生きるかという映画の序盤、中盤、終盤と分けて解説してきましたけども、終盤の母、父、そして高畑勲たちとの再会という予想なんですね。終わりになんですけども、大変この動画長くなってしまったんですけども、今までお話ししてきたのはですね、君たちはどう生きるかの僕個人の勝手な仮説に過ぎずですね、7月14日の公開を迎えて劇場に足を運んでみないと全くわからないということなんですね。そしてですね、宮崎駿という人物はナウシカの頃から全く僕たちに想像のできないような新しい表現で、毎回見たこともない映画を僕たちに見せてくれ続けた監督なんです。僕は今回宮崎駿がこの君たちはどう生きるかという映画の中で何をしようとしているのかというところに焦点を絞って序盤、中盤、終盤と3つに分けて予想してきたわけなんですけども、その要素をまとめてくる肝心のストーリー自体については僕自身も全く想像がつかないんです。そんな君たちはどう生きるか、とんでもない作品になることは間違いないですし、劇場で確認して何度も確認して宮崎駿が作った渾身の作品をスクリーンで堪能しに行きたいと僕は思っています。皆さんもぜひ劇場に足を運んでスクリーンでこの君たちはどう生きるかを体感してください。そして次回の動画についてはまだはっきりと決めていないんですけども、おそらく君たちはどう生きるかが公開されてその後に更新になって君たちはどう生きるかの感想をお話しする動画が続くと思います。なので、まだしばらく宮崎駿のこの君たちはどう生きるかの話ばっかりしてると思うんですけども、チャンネル登録者の皆さんとですね、一緒にこの映画を楽しんでいけたら嬉しいなと思っています。ということで、新しい発見があったとか、公開が楽しみだっていう方はですね、ぜひこの動画に高評価ボタンを押していただいて、この那須尾館長のムービームービングをですね、応援していただけたら嬉しいなと思います。そしてこの君たちはどう生きるかをしゃぶり尽くしたいと思う方はですね、チャンネル登録をしていただいて、公開後に僕が上げていく感想の動画もぜひ楽しんでいただけたらと思います。それではね、ちょっと動画が今回長くなってしまって申し訳ないんですけども、初めから最後までそれでも見てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。ということで、皆さんご来場いただきありがとうございました。